ようこそマッパ15周年記念ラインナップ発表会へ。津田健次郎です。アニメーションスタジオであるマッパは2026年6月14日15周年を迎えました。数えきれないほど多くのスタッフの技術と熱意、そして何より作品を楽しんでくださる皆様の存在で、たくさんのアニメーションを作り続けてきました。僕とマッパの始まりは、進撃のバハムートジェネシスのマルチネ役、かつて神だった獣たちへアーサー役、サラザンマイの9時近い役、呪術廻戦の七海賢人役、チェンソーマンの岸辺役、数多くの作品でご一緒してきました。本日はマッパが手掛ける最新作、そして注目の新情報をお届けしていきます。さらにキャスト出演によるコーナーやアーティストからのコメントもあるようです。私も楽しみです。まずはじめは呪術廻戦。人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で払う呪術師との戦いを描く本作。私も七海賢人役として関わりの深い作品で、呪術を持つ者たちによる殺し合い、死滅回遊の行く末が気になるところですが、あの二人が死滅回遊前編の振り返りや新情報をお伝えしてくれます。あとは頼みましたよ。ななみんありがとう。それでは始めていきましょう。ジュジュトーク出張版 in マッパラインナップ発表会。はい、皆さんこんにちは。テレビアニメ呪術廻戦虎杖裕二役の榎木純也です、はい、そしてこんにちは、乙骨ゆうてくの尾形めぐみです。どっちを見ればいいのかわからない。ちょっと今日カメラがありますよ。そうだね。いつもはねマイクだけでやってるんですけれども、ね、しかもここね今アフレコスタジオなんですけど、某ね、はい、某ね、はい、なんか不思議な感じだよね。ちょっとなんかいつもはねお芝居してる場所でそうですね、トークをするという、今日はちょっと特別版ということで、はい、映像ありでジュジュトークをやっていきたいなと思います、はい。今回はジュジュトーク出張版ということで、マッパラインナップ発表会にお邪魔しています。ここからは呪術廻戦パートのお話にお付き合いください。さてアニメ呪術廻戦ですが、2020年にスタートした第1期からマッパさんがアニメーションを制作しています。3期放送後からおよそ2ヶ月ということで、どうですか、2ヶ月経った感ありますか？なんかさ、はい、だってそうやってAJ が、はい、AJ アニメジャパンが3月ぐらいですかね、最終話放送の2日後とかって言ってましたね、さっきスタッフさんがそうなんだけどさ、はい、なんかものすごい昔のような気がしない？そうですね、だいぶなんか時を経ったような気はなんかねしますけど、まだ2ヶ月ぐらいしか経ってなかったんですね。そうだね。ね、びっくりだね。びっくりですね。なんかもう時間感覚が年々おかしくなってってる感じはしますけれども、でも我々は、はい、いつも、はい、あれなんですよ、アフレコがすごく前だったりするので。そうですね、なんかはい、それをすごく前にアフレコをしてて、はい、それがオンエアになるまでのタイムラグがありますね。そうで、そこからさらに、だから、はい、ちょっとだんだんよく分かんなくなってくるね。そうですね、いつやったっけみたいな。でもなんかこう放送中とかになると結構イベント稼働とかも多くなってくると思うんですけれども、尾形さん結構イベントとかも仙台とかも行かれたってことですか？それはね、ただプライベートで行っただけ。そうなんですか。はい、普通に旅行。そうです、先生の大好きな大福を食って帰ってきて。大福美味しいんですよね、大福ね。美味しいね。そうでもね、ちょうどすれ違いでね、はい、なんかマンホールを見れなかったのが残念だったのに。そう、マンホールがねあるっていう。そう自分のはともかくなんだけど、クロール氏のマンホールを見たかった。それね、もうみんな言いますよね。ここにクロウルシいるのかなみたいなね、この下にちょっと嫌だよね。ちょっと嫌ですね。そうクロウルシ、でもね、
乙骨くんとは熱い接吻を交わして、いややめんかやめそうだよね。いいシーンでした。でもねそういうような感じではなかったよ。そういうような感じじゃなかったですか。一応なんかね、これを見ているえのきファンの皆さんのために一応私サービストークで聞きますけど、えのきくんはさ、いわゆるこうリップ音的なやつっていうのはさ、何回ぐらいやりました今まで？いやでもまあ10回じゃないな、もっと40-50回ぐらいやってるのかもしれないです。40-50回なんか仕事で、この甲を使って手の甲を使ってやって。じゃあ慣れてるんだねもうね。どうでしょう。あんまりいややってるけど、あれはリップ音じゃなかったよ。噛みついてました。そうみたいな感じのだから全然そういうのではなかったので、いやめっちゃ迫力ありましたね。ちょっとね恐ろしかったですね。まあそんななんか放送中のエピソードとかも後々話していきたいなと思いますので、今回はマッパラインナップ発表会ということなので、視聴者の皆さんの中にはマッパさんの作品に注目している方も多いと思います。さて今回はアニメ呪術廻戦第3期死滅回遊前編の内容を僕たちで振り返りつつ、番組の中で今後の呪術廻戦に関する大事な情報もありますので、ぜひお楽しみに。呪術トーク出張版 in マッパラインナップ発表会ということで、ここからはですね、事前に視聴者の皆さんからいただいたお便りに答えながら第3期を呪術トーク3期はさ、お便りなしだったでしょ？なしでした。今までずっとあったんだっけ？今まではありましたね。今回はもう完璧にフリートークでやらせていただきました。そうちょっとね、みんなスケジュール合わないもんね。合わない。やっぱすごいこう有名な声優の方々ばっかりなのであなたが言うのが一番おかしい、ね、いや一番スケジュールないでしょ。いやもう大先輩ばっかりだったのでそうだよね。もう本当に楽しかったんですけれども、今回は、メールをいただいているのでちょっと僕から紹介させていただきます。ありがとうございます。ペンネームサラさんからいただきました。ありがとうございます。榎木純也さん、尾形めぐみさん、はじめまして。はじめまして。私事ですが3期の乙骨がかっこよすぎて毎日のように見てます。未だにありがとうございます。ありがとうございます。特に1話と12話、虎杖と乙骨の戦闘シーンが大好きです。ずっとループしてます。殺しに来るシーンですが、お二人に質問です。お二人にとってこの場面のこのセリフが心に残ってる、またはこのセリフかっこいいと思ったセリフはありますか、ということなんですけれども。でもだっていろいろ結構名台詞たくさんあるもんね。ありましたね。この間たまたまとある、パーティー会場で、当時さんと一緒だったんだけど、当時さんがそのパーティー会場にある、エクレアを見て、めぐみちゃんスイートだぜって言ってくれて、来たって来たなんですかそうなんて返すのが楽しいんだろう。スイートだぜがいい。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい圧倒されちゃいますね。そう言ってくれたのがそういう心残っています。当時さん満腹になられたんですかね。きっと満腹になったんでしょうね。僕どこだろうな。3期かっこよかったところ全部かっこよかったけど、そうっすね。でもやっぱ乙骨の戦闘シーンとかめっちゃ印象に残ってますけどね。ありがとうございます。最終話の仙台コロニーのところとかのやっぱバトルシーンは映画版かみたいなぐらいのなんかっていうか12話は1話丸々ずっと動いて戦ってたから、話す間もなく動いてるみたいな感じだったから、そうだから派手に余計に見えるんじゃないかなと思いますけどね。じゃあ次のお便りいきますかね。ペンネームゆいたんさんからですね。じゃあ尾形さんにせっかくなので、死滅回遊前編お疲れ様でした。毎週見終わった後、今週もすごかった、どうすごかったか言葉にできないけどすごかった、と
心がドキドキで満たされていました。はい、虎杖くんと日車さんとの戦いと、乙骨くんと石堀さんの戦いはつい頑張れと声を出して応援しながら見ていました。素敵な作品を作り上げてくださりありがとうございます。続編もすごく楽しみにしていますということでした。ありがとうございます。日車さんいかがでしたか？いやでも回漫画で読んだ時から僕すごい好きな回で、結構なんかこう戦ってるけどちゃんと会話もして、お互いの心理描写みたいなのを深掘りしつつ、敵側の日車にすごい感情移入できるっていうか、なんか杉田くんが、あれのために裁判を傍聴しに行ったっていう話をしてたよね。そうなんですよ。なんか、すごいよね。だからそういう説得力がありましたよね、やっぱりね。それだけでもこう役作りというか、この作品にかける思いみたいなのをやっぱりアフレコ中もすごい飛んできたので。そうだね。多分自主トークの本編の時にもちょっとお話をさせていただいたんですけど、最終話は結構皆さんがあまりにも気合を入れて作ることに集中していたので、アフレコ台本のとがきが一切ないという台本だったので、そこでまず合わせに行くのが必死だったっていう方が正直に言うと先になってしまったので、とがきがねやっぱりこうとがきでこう判断する部分もね、特に戦いのシーンは、まあ絵が最近はやっぱり我々の音響の、作業の方が早い、タイミング的に早いので、作画が、どうとかってことはなくて、作画作業の方が後なので、だから、ない状態でアフレコすることがほとんどになってきているんだけど、その時に呪術廻戦は動きが早いので、そうですね、本当に戦闘が本当に早いので、とがきがないと何をしているのかがさっぱりわからないみたいな。すごい。でも完成版見た時のシンクロ声すごかったですけどね。ちょっとびっくりしましたね。なんか後でもう一回ちょっとちゃんと読んで、もう一回ちょっと戦闘のシーンとかをやらせてもらえたりしたので、息とか、だから良かったんですけど、それをなんかやっぱりないと大変みたいなのがまあでもこう後から絵がつくことでこう合わせてくれる部分もねあったりはすると思うので。そうでしたか。多分そういう作業もして、それを座長から聞きたかったよ。12はいなかったじゃん。っていうかいない時も結構あったよね今回。12話どころじゃないです。12のうちどのぐらい出てた？12のうちでも9話ぐらいは出てたんじゃないですかね。2話ぐらいはいなかったのかな。2、3話ぐらいいなかったかなっていう、ちょっと定かではないんですけど。石黒君のメインの話の時とかだから 2,3 話はいなかったかなって思いましたけど、まあでも気持ちはもう頑張れありがとうございます。いや違うそれはそうなんだけど、その気持ちは嬉しいんだけど、単純にこういう時にどうすればいいのっていう、なんかなんでしょう、このそういればね、なんか何かしらこうやっぱ一期から関わってるから、そうだね、こうってこうなるかもしれないですとか言えるんですけどね。前の呪術トークの時にお話をしたかもしれないんですけど、明日な多分な3期になってからなんか監督がやってきて、いろいろこうディレクションを説明したり、ディレクションされる時に、榎木君がそっとその後ろからで監督の後ろからこうやって心配そうに見ていて、何かがあるとちょっと助言をしてくれたりとかして、非常に心強かったです。呪霊のごとく後ろについて心配しておりました。ちゃんと言ってくれて、スタジオが結構ね、アフレコスタジオが大きなスタジオで、端から端が遠いんですけど、そう私が向かって右端の方に座ってるんですけど、榎木君がわざわざその向こう側の方からなんかわざわざこっちまで来てくれて、スーッと別に何も言わないで帰っていく時もあるんですけどね。いやなんか大丈夫かなっていう。杉村さんねなんか天元様が喋ってる時も、そっと後ろからこうやって見てたじゃないですか。後ろ姿が頼もしかったよ。本当ですか。よかった。じゃあそう思ってもらえたんなら近くまで行った甲斐がありました。ありがとうございます。さてお時間がもうあっという間に来てしまったので、ごめんなさい、残念ですがお便り紹介はここまでとさせてください。まだまだいただいたお便りは第2部で読ませていただきますので、そちらもお楽しみに。皆さんお便りありがとうございました。ありがとうございました。ジュジュトーク出張版 in マッパラインナップ発表会。
さあ皆さんお待たせしました、はい、ついにここからはアニメ呪術廻戦の最新情報の公開となります。はい、マッパラインナップ発表会ということですからね、はい、どんな情報かが期待が高まってしまいますね。高まる、はい、皆さんからの、メッセージでも新情報楽しみという期待が多く寄せられていました。ありがとうございます、はい、では皆さん気持ちの準備はよろしいですか？いかがですか？ダメかなそんなためが必要か大丈夫ですね、早く見たいですもんね、はい、それではテレビアニメ第4期死滅回遊後編ティザー PV をここで公開させていただきます。どうぞ。小金ルール追加、死滅回遊を終了する。みなぎるボーナスで飛ぶぜ。おい、あんまワクワクさせんなよ。私には何が見えていない。叩き直してやる。全ての不幸の中心はお前だ。断じてユージじゃない。お前誰だ。お前たちはどうして普通に生きられない。条件は2つ。俺が啓発と唱えたら1分間体を明け渡すこと、そしてこの約束を忘れること。お普通に生きられない人しかいない作品で、はい、何言ってんですかって冷静なツッコミありがとうございます。そうですね、そうなんですよ。みんな普通に生きられない、誰もいないよね。それが呪霊。そうだね、誰もいないよ。誰もいないです、はい、なんなら人間側にももしかしたらいないのかもしれないんですけれども、板取君だってね、大体指は食べないよね、普通の人は、ちょっとかなり覚悟が決まった学生でしたけれどもということで皆さんアニメ呪術廻戦第4期、はい、ティザー PV 解禁となりました。いかがでしたでしょうか。はい、すごいね、すごい気になる、はい、戦ってましたねずっとね。つうかさ、一人一人さ、セリフが重いですねなんか重い、なんかこう一言ずつぐらいしか喋ってないのに、ずしってくるものばっかりで、多分みんな分からないけど、撮る時も気合を入れて喋ったんだと思うな。一緒に撮ったんですけれども、結構気合い入れてで割と細かくディレクションみたいなのも入って、そうなんだ、はい、やらせていただきましたけれども、結構気になる組み合わせのバトルがありそうでしたけれども、そうでしたね、樫本はかりが戦ってる雰囲気、はい、この2人まだ術式が何気に分かってない2人なので、そうか、はい、どんな術式なのかっていうところも皆さん楽しみなんじゃないかなと思いますし、あと賢弱が長宗とそしてつくもとも戦ってるのかな、ね、どうなんでしょう。何も言えない、何も言うなって言われてるんださっき。難しいよ難しいですね、これでコメントするのすごい難しいです、すいません本当に何も言えないんですけど、はい、そうです、はい、なんかこのバトルの組み合わせはね、呪術廻戦言えないことばっかりだよ。厳しいですよここまで言えないことがあるかっていうぐらいよく頑張ってきたね今までね、はい、もうお口にチャックして事前に何言っちゃいけないかをひたすら聞き、はい、ネタバレをなんとか回避して、じゃあ一言しか言っちゃいけないところから盛り上げる術もこうたくさん身につきました。ここで身についた、はい、すごいな、すごい術式だよ、はい、絶対ネタバレしない術式そしてまだちょっとお知らせがございます、はいはい、第4期死滅回遊後編にて監督を務められる佐藤健さんよりコメントをいただいておりますので、はい、こちらを代読させていただきます、はい、この度テレビアニメ呪術廻戦第4期死滅回遊後編の監督を務めさせていただくことになりました。非常に大きな熱を持つ作品、そして多くの方に愛されている大切な原作をお預かりする責任の重さを日々強く感じています。これまで呪術廻戦を支えてきたスタッフ、キャストの皆様の熱量や積み重ねからたくさんの力をもらっています。そして呪術廻戦という作品がこれまで切り開いてきた表現や可能性をしっかり受け継ぎながら作品の魅力を最高の形で
アニメーションへ昇華できるよう全力で向き合ってまいります。スタッフ一同誠実に作品と向き合いながら制作しておりますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければ嬉しいです。ということで佐藤監督からのコメントでした。ありがとうございます。佐藤監督は3期の方では副監督を務めておられた方なので、もう呪術廻戦のことは知り尽くしていると思いますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いします。ということで第4期がますます楽しみになってくる映像やコメントでした。そして8月29と30日に開催となるジュジュフェス2026でも情報解禁がありますので、こちらも含めて今後の情報をお楽しみにお待ちください。2days あるので盛りだくさんです。本当ですね。僕ら2日間ともいます。そうだね。大変なんであれ今までのジュジュフェスも1日です。1日だよね。2days 初めてです。あらちょっと体調に気をつけてお互い乗り切りましょう。なんとか、一番大変なのは榎木くんだからね。私は常に榎木くんに乗っかっていくだけなんで大丈夫ですか。そっか、いやじゃあ全力で背負わせていただきます。よろしくお願いします。ということで、お届けしてきたジュジュトーク出張版 in マッパラインナップ発表会、皆さんいかがでしたでしょうか。今回は尾形さんと一緒にお届けしましたが、最新映像もね発表できましたし、すごいですね。監督からのメッセージも読めましたし、結構盛りだくさんでお届けできました。今回視聴者の皆さんからのメッセージいただいたのですが、まだまだたくさんメッセージいただいております。そちらもぜひ紹介したいと思いますので、ジュジュトーク番外編を別の形でお届けできればと思っています。こちらはこのマッパラインナップ発表会の配信終了後に YouTube 東宝アニメーションチャンネルにて配信となりますので、そちらもお楽しみに。ということで、引き続きマッパラインナップ発表会をお楽しみください。ここまでのお相手は呪術廻戦虎杖裕二役の榎木純也と乙骨憂太役の尾形めぐみでした。バイバイ。僕も七海健人を演じさせていただいたんですが、本当にやりがいのある役で僕の声優人生の代表作になっております。死滅回遊後編もお楽しみに。ここで呪術廻戦をはじめマッパの多数の作品に携わってきたアーティストからコメントが到着しています。どうもキングヒロです。マッパ15周年おめでとうございます。おめでとうございます。バナナフィッシュでのプレイヤー X から始まり、呪術廻戦では一途境スペシャルズアイゾー計4テーマソングを担当させていただきました。我々キング N 来年バンド結成10周年ということで、共に大きくなっていけたらなと思います。以上キングでした。ここからは新作3タイトルを一挙に初解禁いたします。個性豊かなラインナップをご覧ください。おい、いい加減にしろよ。少女漫画誌デザートで連載中、宇月ココが描く恋せよまやかし天使ども。周囲が求める理想の自分を演じる男女が織りなす
ギャップがテーマのラブストーリーが待望のアニメ化。ティザービジュアルも解禁となりました。さらに宇月ココ先生からのコメントが到着。アニメ化という貴重で素敵な機会をいただけていること、非常に感慨深く、この上ない幸せを感じます。この作品は恋を通しての成長物語として描いています。岡本監督をはじめとするマッパの皆様は、原作の軸や世界観に丁寧に寄り添って制作してくださっていますので、普段はあまり恋愛作品に触れない方にもぜひ見ていただけると嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。テレビアニメ恋せよまやかし天使どもは2027年放送予定。お楽しみに。続いてはこちら。何者かね。まあいいか、夢は見るだけならタダだしな。ダッサ。初めて才能のなさを痛感した。凡人が何かを好きになることはほとんど不幸の始まりだ。うるせえんだよバッカ野郎。人が一生懸命取り組んでることをからかう人って大嫌い。いつからだろう、実現可能な夢ばかり思い浮かべるようになったのは。そんな小さい夢はやめだやめだ。僕が今自分の好きなことに夢中になれているのは、ある女の子がきっかけだったんだ。あなたがアニメで、私が音楽で。達彦は日本一のアニメ映画監督に、私は日本一のミュージシャンになってさ。天下取ろうね。ビート&モーション。さっさと一緒に作品作ろうぜ。漫画家発掘バトルオーディション番組ミリオンタッグのグランプリ作品ビート&モーション。音楽とアニメーション、それぞれの夢を追う若者たちのリアルで熱い青春ストーリーがいよいよアニメ化。ティザービジュアルも解禁。さらにここでオーディションで審査員を務めた地獄楽の原作者賀来裕二先生からのコメントが到着。アニメ化おめでとうございます。創作に大切なのは本音だと思います。この作品には誠心誠意を込めて晒し上げられた創作者の本音があります。アニメビート&モーションはネットフリックスにて2027年独占配信。続いてはこちら。SNS を中心に話題を集めた地元最高。この世の罪悪を集めて煮込んだような環境の地元で生きる可愛い女の子たちの群像劇がついに映像化。ティザービジュアルも解禁。さらに今回のティザー PV に起用されているのは愛子さんのミルク。ここで地元最高原作の大ファンでもある愛子さんよりコメントが到着。地元最高がアニメ化されてとっても嬉しいです。うさぎ先生が以前私のライブを見に来てくださった時、ライブ後にある曲の景色を見て、これって地元最高じゃんと思いましたと言ってくださったことが私の今の励みになっています。ティザー映像を見た時にあんなものやこんなものが映っていて、漫画の世界のままなのもワクワクしています。そして流れてくるミルクにとてつもなく感動しました。
ありがとうございます。最高に可愛くて最高に怖い世界、地元最高。金魚飲みながら見ます。アニメ地元最高はネットフリックスにて世界独占配信。続報をお楽しみに。続いては進撃の巨人ファイナルシーズン。巨人が支配する世界で壁に囲まれて暮らす人類が絶望的な戦いに挑む物語。長きにわたる戦いの物語に終止符を打ったのはミカサでした。今回はそのミカサ役を演じた石川由依さんと10年に及ぶアニメシリーズの最終シーズンを手掛けた林雄一郎監督の対談が実現。一体どんなことが語られているのかご覧ください。俺が死んだらこのマフラーは捨ててくれ。俺のことは忘れて自由になってくれ。みんな協力して。了解だミカサ。アニメの完結からおよそ3年、衝撃のラストは日本のみならず世界中で大きな反響を呼びました。私の声優人生にとって大切な作品として今もあり、今回当時アフレコを行っていた青いスタジオに来させていただきました。あれ、いないですね。あ、林監督いた。よろしくお願いします。抑えきれないものがあって、思わずなんかちょっとうるうるしてしまって、最後の最後で実現できて本当にあれは嬉しかったですよ。皆さんに2000年以上引きずってほしいなっていう、もうボイコットするみたいなここが「進撃の巨人」の収録をしていた青いスタジオですけれども、真ん中に梶さんが座っていて、1個開けて井上さんがそちら側、そして通路があってここに私が座っているっていうのが大体定位置で定位置決まってるんですね。決まってましたね。最初シーズン1で始まった頃からそんな感じで、なんとなくそこに座り始めたらなんかずっとそこに座ってるみたいな感じで決まってました。最終回の現場に来ると美馬さんは、最終回だからって気合い入れるなよってすごくそうなんですよね。音響監督の美馬さんは死んでしまうキャラとかも、この自分がやっぱり台本読んで死ぬって分かってるとどうしても役者としてはちょっと上乗せしたくなるというか、自分の死をちょっとこうねかっこよく見せたくなってしまうけれども、死ぬと分かって死ぬわけではないから、そういうんじゃなくて普通の気持ちでというか、だけどやっぱり自分の結末は知らないわけだから、こう先んじて知った上での芝居になっちゃうと不自然だよねっていうのがやっぱり美馬さんのリアリズムというか。そうですね、なので私たちも最終回の収録だからといって何かこう気合を入れるとかではなく、どちらかというともう今までの戦ってきた気持ちを続けて終わりに向かっていくというか。とは言っても結構難しいですけどね、それは割となんかもう最終回だなっていうなんか空気感は確実にあった気がしますからね。ありましたね。石川さんは原作の漫画をもう直前ぐらいまでなんかこう読まないようにしてたみたいな話がありますけど。そうなんですよ。原作の最終巻、あとマガジンの方も、購入はしてたんですけど、読むのが怖いというか終わってしまうのかと思うと読めなくて、きっといつか収録も来るからちょっとそこまでは眠らせておこうと思って、私の中ではまだ終わらないぞという気持ちで本当にギリギリに読みましたし、完結編も前編後編分かれていて、後編の中でも実は2回に収録が分かれてて、
なので1回目の収録の時も1回目の収録の台本のところまでしか読まずちょうど多分その時にジャンとかコニーが巨人化してしまうシーンのところで終わっていて、アフレコ自体も谷山さんと下野さんとご一緒していたので、終わってからお別れの言葉死んでしまった言い忘れちゃった、どうしようと思ってたんですけど、後々読んだら生きててよかったなっていうところはあったんですけど、最終話もアフレコもやるぞっていうこの日にちが決まって、いよいよ読まなきゃまずいなと思って1週間ぐらい前かなんかについに読みました。でもよくそこまでネタバレも踏まずにそうなんです。周りのキャストの人も言わないようにしてたんですかね。そうですね、石川さんがいる前ではこれはちょっとそれ言わないでくださいって言った気がするんですけどでもそうですね、読んでみてなんかこう自分の手で終わらせるのが苦しくもあり、でも終わらせるならミカサしかいないなといいますか、すごく正解がない終わりというか、別に誰が正しい正しくないって決めつけられるものではないので、なんかね、伊佐山先生の書きたかったものを受け取ったぞというか、そんな気持ちで最後読ませていただきましたけど、現場の空気感、覚えてますか？ミカサたちのグループとか、ライナーたちのグループとか、あとコニーたち、ジャンたちってこうグループごとに最終回を順番に取っていってた感じなんですけど、でもそれぞれのなんかところをね、ちゃんと意外と覚えていますね、僕は。コロナ禍ということもあって全員で集まることはちょっと難しかったので、この掛け合いできるグループとかで分かれて、私は一番最後はそれこそ梶さん、井上さんと幼なじみ3人組で収録させていただいたりしたんですけど、あれがでも物語全体の最後というわけではなかったんですかね。収録のタイミングは多分グループとしては最初、グループとしては最初。でもなんか本編では幼なじみ3人で揃って収録自体がほぼなかった気がするんですよね、なんかファイナルシーズンになってから。エレンがそもそもずっと一緒にいなかったですもんね。いない時期も多かったし、ずっと寂しかったですけど、でもそれでやっぱり完結編の最後でなんかようやく3人揃った、で僕もコンテ書きながら、もうこれは絶対本当に3人でなんとか取れないもんかなってずっと思ってたし、でそれが最後の最後で実現できて本当にあれは嬉しかったですよね。いってらっしゃいエレン。エレンはいつもあそこで居眠りしてた。いい場所だと思う。やっぱり最後まで作るのって本当にいいなってその時改めて思いましたね。私最終回3人で撮れはしたんですけど、ちょっとスケジュールの関係でお二人より先にちょっと出なきゃいけなかったので、私のシーンを先に撮らせていただいたんですけど、なかなか他作品ではないような気持ちが込み上げてきたというか、なんか抑えきれないものがあって、思わずなんかちょっとうるうるしてしまって。そうですね、なんかもうみんな目を晴らしてたような記憶がありますけど、ね、なんかまだ井上さんと梶さんの収録が残っているから申し訳ない中で、ちょっと一足お先にすごく寂しい気持ちになってしまって、そうですね、なんかしんみりしながら送り出すみたいな最後ありました、まだ大変なシーン残してるのにと思いながら、でも逆にエレンとアルミンのシーンを見てしまったらちょっと心が乱れてしまったんじゃないかなっていうのもあったので、そうですね、見てるだけでもこっちもちょっと心がこう震えてくるような感じですからね。アルミン、時間だ。ここで過ごした記憶は消すが、全てが終わった時にまた思い出すだろう。次は殺し合いだね。そしてその次に会う時は、先に待ってる。地獄で。ずっと一緒だ。
ミカサって結構最初からずっと口数の少ないキャラクターじゃないですか。そうですね。なので自分の中でもなかなかミカサをつかみきれるタイミングがなかったというか、結構時間かかってしまって、その後ニコロのレストランでエレンにすごいひどいこと言われたりしてひたすらミカサかわいそうっていう本当かわいそうでしたよね。俺はガキの頃からずっとミカサ、お前が大嫌いだった。過去の回想とかでまだエレンがいた頃の、そうそうたまになんかでもそれが逆になんかもっと残酷に感じられたりするでも最後はやっぱり、ミカサが決断して全て終わらせるっていう、ミカサを応援したくなる気持ちっていうのがあったし、普段朴訥としてる感じでその言葉数も少ないけど、でもやるときはちゃんとやるっていう、一番人間的な感じというか、幼馴染3人の中ではすごくなんか親しみが一番湧きやすいキャラクターな気は僕はしましたね、最終的には。最後のエピローグのお墓に座ってるところは、その手前のシーンのその全ての巨人が消え去ったっていうところで、エレンの首を持って去っていくところまではすごく戦士としてなんかのミカサだったけど、そこからはもうそういうものから解放されたミカサ個人というか、しかも一人ぼっちでエレンに話しかけてるみたいな、なんかようやく本音というか、なんか全てもう誰にこう気を張ることもなく、感情が出てるっていうところなのかなと思って。時間が経ったからこその、より湧き出るこの悲しみというか、一人だからこそのなんかこう本音というか、すごい切なくも、でもなんかこうなんかちょっとエレンが近くにいるのも感じられる、優しい気持ちになれる描写でしたよね。そうですね。でもそこでようやくその感情がすごくもう耐えきれない悲しさとか寂しさがあって、もう泣いてしまうっていう、そこの、泣く芝居とかはかなり個人的にはすごくこだわって、動きをつけたりとかもしてたんで、あそこがやっぱり、自分的には最後ミカサの見せたかったシーンというか、かなと思いますね。あなたに会いたい。私は何度でもこの寒さに立ち向かう。戦えと繰り返す。マフラーを巻いてくれてありがとう。ずっと一生この作品続いていくんだみたいな気持ちがあったので、本当に終わるのみたいな、あんまり実感のないまま来ちゃったけど、でも本当に終わるんだなっていう気持ちと、ミカサがエレンを一生終わらせる、私がこのセリフを言ってしまうともうこの作品が終わってしまうみたいな、なんかすごく寂しいというか言いたくないなみたいな気持ちがすごくあって、それこそ井上さんと一緒にもうボイコットするみたいなアフレコボイコットしたら終わらないんじゃないみたいな。そうですね、ミカサの決断が巨人を終わらせているっていう話ですからね。そんなでもなんか終わらせなきゃい
いけないけどすごくなんか苦しい気持ちもありつつ、なんかすごく寂しかったです。私たちはアフレコで一応終わりになると思うんですけど、監督はもう私たちのアフレコより前ももちろん絵コンテ描いたりだとかありますし、終わってからもまだ絵描くことも続いてますし、なんかこう、どこが自分の中で終わった感じというか、特に進撃なんてその演者さんのすごい芝居がこう乗っかってきたら、もうその後芝居に合わせてやっぱり絵もちょっと直していきたいとか、表情もこれじゃ芝居に負けてるって言って直していかないといけないし、本当放送の直前ぐらいまで結構もう直せる限りは直し続けるみたいなあるので、なんかもう期間があるだけできるだけやるってなるから、こう自分の中の終わりっていうのがないんですかね。あと監督っていう立場的にもなんか監督がもうここまでって言ったら本当に終わってしまうんですよ。そうなるとなんか、やっぱそこを決めるのがなんか自分だったりもするので、少しでも粘るぞっていうふうになんかむしろなってっちゃいますね。最終回は監督はどこでどのように見られたんですか？マッパでスタッフみんなと、テレビで一応上映会みたいな感じでオンタイムで見たっていうのはありますね。どんな感じなんですか？ドキドキはして、でもプチ打ち上げみたいな感じのちょっとパーティー感ある感じで、みんなお菓子つまみながら、でもなんかもう放送始まるとみんな無言でずっと見入ってましたね。でもその結構ギリまで作業してたので、もう僕は怖くて見れなくてなのでもうこうモニターと正面向いて見るんじゃなくて、こう45度ぐらいちょっと角度つけて、であと3メーター以上離れた結構遠いですね。でもなんか気持ちはすごくわかります私はですね、普通にお家で見ましたね。その時は薄めじゃなくてちょっと、その時はそうですね、なんか私も多分それこそ進撃の巨人の最初の頃とかはちょっと直視できない部分もあった気がするんですけど、なんかもうどこかちょっと自分の手から離れたというか、客観的に気持ちも落ち着いて見られた部分があったので、もうなんか作品として楽しもうと思って見てましたね。とはいえなんか最終回はなんかこう本当にこれで終わったんだなみたいな喪失感というか、なんかちょっと呆然としたような、なんか本当にこの作品を最後まで演じきることができたことも嬉しいですし、まだまだこの熱は続いていくんだろうなと、続いていくだろうし、続いていってほしいし、皆さんに2000年以上引きずってほしいなっていうそうですね、10年どころじゃないですもんね。そうですね。原作は完結しても進撃の巨人プロジェクト自体はまだまだ続いていきます。先日進撃の巨人の新ゲーム進撃の巨人3が制作されることが発表されました。マッパ15周年展でも進撃の巨人の展示があります。他にもこれからどんな発表があるかとても楽しみです。さらに光栄テクモゲームスが手掛ける進撃の巨人ゲームシリーズの最新作進撃の巨人3にてマッパがオープニング映像を制作することが決定。ゲームの続報は YouTube 光栄テクモチャンネルにて7月2日に配信されるウェブ番組で発表されますので、ぜひご覧ください。ということで今日はありがとうございました。いやでもなんか今までなんか聞いたことない情報とかなんか新しいことを知れたりしたような気がするので結構なんか貴重な機会だったなって思います。いや私もです。なかなかやっぱり監督とこんなにたくさんお話できる機会今までなかったので、そうですね、すごく興味深かったですし、またどこかで林監督とご一緒できたらいいなっていう思いが強くなりました。そう思ってます。本当ありがとうございましたまたこれからもよろしくお願いします。ということで皆様本日はありがとうございました。ありがとうございました。僕はこの作品にハンネス役で出演していましたが、ファイナルシーズンは一視聴者としてエレンやミカサのことを見守っていました。まだまだ続く進撃の巨人のこれからの展開も楽しみですね。
ここで進撃の巨人ファイナルシーズンにもゆかりの深いアーティストからコメントが到着しています。シムです。マッパ15周年おめでとうございます。思えば進撃のバハムートから携わらせていただき、ちなみに今イギリスのフェスティバルにいます。そうですね、常に面白いことをバンドとしてやっていきたいなと思っています。マッパーの皆様にはそこで力を貸していただけたらなと思っております。僕らもできること何でも頑張るので、何か僕らにできそうなことがあったらぜひ相談してください。よろしくお願いします。これからも俺しか喋ってない。お願いします。お願いします。はい、総員一致です。よろしくお願いします。続いてはドロヘドロ。魔法で頭部をトカゲに変えられた男カイマンが相棒の二階堂と記憶を探し続けるカオスな世界の物語。そう、今絶賛シーズン2が配信中のドロヘドロから初解禁となる情報があるようです。2000年の連載開始から18年にわたって愛され続けた林田久先生の名作「ドロヘドロ」。マッパでは2020年に初のアニメ化を果たし、現在シーズン2が各プラットフォームにて配信中。なんとこの度シーズン3の制作が決定。おばはん、お題置いとくぜ。毎度。超暇だな。なんか面白いことねえの？なんかお？やった。ドロヘドロらしいカオスで楽しい映像でしたね。シーズン3の続報をお楽しみに。さあ、いよいよ後半戦です。ここまで楽しんでいただけてますでしょうか。続いてはこちら。水をかぶると女に変身し、お湯をかぶると男に戻るという不思議な体質になってしまった早乙女蘭馬が個性的な仲間たちと繰り広げる高橋留美子先生によるドタバタ格闘ラブコメディの名作「ランマ2分の1」。今回は夢のような3人のスペシャルトークをお届け。津田くーん、健次郎健次郎間違えた今。健次郎って呼んだことないけど津田くん、あとはこっちに任せて。いいか、茜は俺の許嫁だ。早乙女蘭馬役山口勝平です。ランマのバカ。なんで？はい、店長茜役の日高のり子です。ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね。お客さん、ここに悲劇的人生あるのだよ。
ガイド役の山寺宏一です。そっち？だってこういう色着てるし。あ、ごめんなさい、じゃあちゃんとやります。はい。そっち？ピーちゃんおよび響涼河役の山寺宏一です。よろしくお願いします。涼河が金役になってる。本当、涼河金役になってるし。ピーちゃんあっての涼河だから。ピーちゃんメインになってるし。ということでテレビアニメランマ2分の1第3期開演爆裂スペシャルトーク。よー。ランマのバカ昨年末に第2期の放送が終了。2026年10月からファン待望の第3期放送が決定したテレビアニメ「ランマ2分の1」。だけどとある中華屋さんに早乙女ランマ役の山口勝平さん、天童茜役の日高のり子さん、響涼河役の山寺宏一さんが集結。ファン必見のここでしか見られないスペシャルトークをお届けします。さらに気になる第3期の最新 PV も初解禁。最後までお見逃しなく。山寺さんがだからこういうのに出てくれるの珍しい、なんか言い方悪いですね。なんで？今回だって涼河が大活躍でこうないわけいかないでしょ。そうですよ。頑張りますよ。だから何だって言いますよ。山寺さん的にこうガイドとピーちゃんと涼河とこう3役をこう使い分けるみたいなコツみたいなのってあるんですか？コツなんてねえよ。なんだコツって。一生懸命やるだけだよ。なるほど。じゃあ3役やっていてセリフ言ってて一番楽しいキャラはどれですか？ピーちゃん。楽しいと。楽しいのはね。楽しい、そうだね。回想シーンとかって山寺さんの一人劇場になること多いんですよね。そう。ガイドさんが出てきて、ピーちゃんが出てきて、涼河が出てきて。ああ、そういうところありましたね。ここからしばらく山ちゃんタイムって感じの時あって、私たち座って見てるだけだもん。そうですね。大好きです、ああいうシーン。あ、やっぱり。それからは恐怖の連続だった。お客さん、うまそうな豚拾ってきたな。この豚案外21で溺れた人間だったりしてな。なんちゃって冗談よ、冗談。人間だったのか。これは食えない。なんかみんな割とだからそういう意味ではこうデビューしてすぐだったり、僕なんかもほぼデビュー作そうだよね。で林原もねそうだったりしてる中でこうそこからみんなこうなんか30年いろんな経験してまたこうみんなで集まってっていうのすごいちょっと感慨深いもありますよね。だから1話のアフレコはそれぞれのセリフを聞いた時にジーンとしたよね。懐かしいっていう。なんかね1話の時なんかそれぞれみんな自分で自分のモノマネしてるみたいです。そうなのよ。新たな気持ちでやった方がいいのかっていろいろねありましたね。昔の自分と比べたりで、そうそう。怖い。結構みんなで終わった後とかご飯行くようになりましたよね。そう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 なのよ。終わる時間もちょうどいい感じなんだよね。そう。もうねこのメンバーで行くの楽しい。もうそう俺ね正直このランマでね終わってでみんなで飲み行ってご飯食べ行くじゃん。次の日が必ずねパーソナルトレーニング朝早いのよ。本当に一杯だけにしようと思うんだけど帰れないのよ。面白すぎて本当になんかもうランマでご飯食べ行くとなんかもうこんな笑ったことないっていうぐらいそうなの。毎回腹の流しながら笑ってますからね。なかなかないですよ。個性豊かなキャラクターが織りなす複雑な恋愛模様が人気の「ランマ2分の1」。改めてランマ、茜、涼河の関係をおさらいしましょう。涼河とだから一緒にいるとなんかランマがひでえやつだなっていう。なんかもうすごい自分がなんてひどいやつなんだろうっていう気になりますよね。純粋すぎるまっすぐなんですよ。まっすぐなの。もう茜への思いも本当に一途でね。これは三角関係っていうことになるんですか？ね。一応ですね。三角関係ってのはどういうことを言うんですか？ランマと茜は親同士が決めたいいなずけっていうことになるけれども、ちょっと反発し合ってるけれどもなんかやきもちもやりたりするっていう。そして涼河くんは最初そんなに茜ちゃんに一目惚れっていう感
感じでもなかったんだけど、いやもう一目惚れです。わーっと行きました。一気に行きましたね。一気に行きました。なんでね、言いたくないけど、そんな反発しちゃってっけど分かってんだよ俺は。ちょっとガイドさんみたいな、君たちのことをガイドさんみたいになってます。そうか。あなたたちのことは本当は分かってるんだよ。分かってるけども、そこになんとか割って入れんじゃないかって。だってランマひどいやつだから。そうだよね。でピーちゃんはほぼほぼピーちゃんになってる時は。毎晩茜と一緒に寝てるんですよね。そう、2期の時でね、眠っちゃった茜ちゃんがすごい寝相が悪いっていう、でこんなに寝相が悪いのかって言ったら、いつもはもっとひどいって普通に答えてるっていう。そう、今日はマシな方だ。すごいね、考えてみると。考えてみたらすごくない？すごいね。だって2人は同級生ですね。そうですね。そこでひどい目に遭ってたんです。それをずっと恨みに思ってるわけですよ。ひどい描写っていうのは焼きそばパンをそうですね。買えなかったっていう。そうですね。それだけでもひどいのに、それだと受選鏡でさらにひどい目に遭ってね。受選鏡が一番ね。ああいう体質になったのはっていうね。途中で気づくんですけどね。そうですね。そういうことがあったんですよ。全部ランマ親子のせいで歌になるっていう風になってしまったというのがあるんで、ましてや茜さんのっていうのがありますから。そこの遼河の意地が爆発するのが第3期最初の爆祭そうですね。これはだからぜひ見ていただきたいと思います。爆祭転結の会は。爆祭転結のね、頑張り次第でね、遼河が茜とランマの間につけ込む隙があるのかどうか、交互していやこれはねワンチャンじゃねえかみたいな。ここからは3人を取り巻く超個性的なキャラクターを振り返っていただきましょう。代表的な久野先輩ですね。久野先輩ね、茜さんのことも好きだし、おさげの女のことも好きだっていうのあるからね。あんな人もそうですね、ピュアっちゃピュアですからね。いや本当また杉田君がやるとそのまっすぐさがすごい伝わる。何なんですかね。ちょっとやばい感じがね、よりね。そしてその妹の小立、久野小立。そうはランマが好きでね、ランマ様ってね。なんか小立だけ怖いっすね。怖いよね。ちょっとなんか使用するアイテムが怖すぎるんだよね。必ずしびれ薬を使う。そうだね。なかなかね。ぶっ飛んでるキャラが多い中でもね、特にだけど他にもいっぱいいるじゃないですか。まっすぐっちゃまっすぐなんですよね。そうまっすぐ。キャラ的には目立ってこないんですけども、石田明君がやっている五寸釘君も茜ちゃんが大好きなんですよ。でずーっと茜ちゃんの写真を隠し撮りしてるんです。五寸釘君が茜に変装してるとこすごかったんですよ。私茜よってやってるのが全く何の変装もしてないんですけど、いろんな役やってる石田君だけどね、なんか石田君の真髄を見たよね。そんなこと言うな。そんなことないよ。そんなことないよね。あれ普段の石田君がああいう感じみたいな思ってないからね。役者としてのだよ。ああいう最初だって五寸釘君、明君って聞いた時にもったいなと思ったんですけど、五寸釘が明君の見たらもうこれしかない。本当にいろんな愛の形があるんだなっていうのをなんかね、もう言葉のセレクト本当上手。いろんな愛の形がありますね。夏香ちゃんのね、右京も。右京が一番なんかそのランマの一応婚約者で、そうですね。親父がまた勝手に決めたもう一人の婚約者。でもサバした感じが、そうですね。女の子からも今日ね。だからなんかそういう中で割と茜といい友達関係も。そうなの。シャンプーと茜ちゃんはやっぱりいい友達になかなかなりづらいところがあって、でもレイちゃんがね、今回のシャンプーすごくなんか可愛いとこだけじゃなくて、シャンプーの黒いところ、腹黒いところもいっぱい出てきて、それが楽しいって言ってた。なるほど。そしてもう一つ、ランマ2分の1に欠かせない要素がドタバタ格闘シーン。重要なアクションシーンで意識していることがあるみたいです。危ねえ。いやもうこの3期の遼河君とランマ君はすごいから。いきなり3期はトップスピードから入ったって感じ僕はしましたね。叫びが結構多かったし、気合の入るところが多かったので。ランマを倒すことしか考えてねえんだよ。もはや貴様のパワーでは俺を倒すことはできん。テストから目いっぱいやるよね、みんなね。やりますね。みんないいんじゃないか、テストちょっと抜いてもみたいに思うけど、テストからやってるね。なんならもうテストから回しといてくれっていう感じだよね。そうですね。テスト回しといてくれればいいんですよね。
本当に今回ほぼみんな一緒に撮れてる、これがやっぱり良くて、そうですね、もちろん相手からもらうことだらけです、それは絵にこう書いてあったって、カッペがねランマでこう来たらそれに対してとかね、で一緒にまたフッていうのとか非常にやりやすいし、でみんなそこ細かくやっぱり組んでやってるなっていう、アクションでね、カッペすごく細かいところのフッてるかハーなのかトンといくのか、ここで一番力が入るのかとか、そういう細かいところまでやろうとしてるじゃん。でそれすごくわかるし、やっぱりお見事なランマくんとランマちゃんと2人のね、2人で変わるのは相変わらず1本のマイクで一瞬で変わるのにスッと入れ替わって「別々に使いますか?」「大丈夫です」って2人でねスッスッと見事に。メグの喋り方がカッペっぽいって思う時もあるし、カッペの喋り方がメグっぽいって思うところもあって、この2人がすごくなんか一人のランマになってる、そのシンクロ率が今回すごいよね。いや照れる本当あれはね神業というか、お見事、いつも監視で見てて楽しいなって思うし、どっちかってもっと来いよって言って、これここらやるぞ、林島の来いよ、林島ってカッペ私こうするんだから来いよみたいな感じも、なんか分かる分かる分かる、変わる前のところものすごい林原上げて終わったりとか、お前それ気づいていかなきゃいけない、だから来いっつってね、お前今わざと上げたろみたいな、そうちょっとね誘ってるみたいな、煽るよねあいつ。本当にアクションシーンがもう本当に滑らかに動くんで、アニメとかだと結構大げさに入れていくんですけど、なんか割と格闘シーンも時々引き算するっていうか、なんか逆にその方がいいんじゃないかなみたいな。あとすごくキレがいいから、なんかそのフッとかハッとかっていうのもキレよくやらないとこの絵にはまらないんじゃないかと思って、私なんか一期の時にちょっと茜ちゃんが登校の時になぎ倒していくその運動部の男の子たちを、あの時本当大変で、結構そのスピードに合わせるのがものすごく大変で、で翌日朝起きたらものすごい背中の筋肉痛だったね。言ってたね。力入ってんだよ。すごい筋肉痛で、だからランマ始まってなんか体鍛えれるようになりました。なるほど。そう。昔できなかったことが今表現できるようになってきた。あの時だってそれ下手くそだったよ。そうなの。結構本当下手くそでしたよ。いや俺。いやみんなそうなの。今いろんなねことができるようになって、声の表現ができるようになったから、今回の新しいランマではその培ったね30年分のテクニックをもう見てほしいんです。入れたいと思ってる。僕らを見てほしい。私必死すぎる。頼むからそういう目で見てくれっていう。同情を買おうとして。ということで終わりです。もう締め？締めに入るの？ちょっと締めの最後に中華丼ください。天津丼でもいいよ。そうですね。まず締め何にも頼んでないですからね。本当だよ。終わったら食べましょうね。はい。そんな盛り上がりの3期のですね新 PV を特別に今回世界最速ですね公開しちゃいたいと思いますね。山寺さんぜひピーちゃんで振りお願いします。わかりました。はい。PV スター。ごめんね涼河くん、私それでもランマがランマに勝つ。絶対に万物試練のものには全て爆砕の壺がある。壺さえ疲れなきゃ勝てるってわけだ。涼河くん、茜さん、俺は君が行かないで、もうやめて、死んじゃうわよ。嫌だ。この勝負受けてやろうじゃねえか。茜はんと結婚させてもらいます。早乙女ランナ覚悟。ちょっと待っておくれよスドス。うっちゃん出張店開店や。早い者勝ちや。私とデートするあるさせるか。勝負ありましたどすな。ランマ様、ちょっと照れたりしてうまいかまずいか食べてから文句言いなさいよ。ランマのバカ。この日を待ってたぜランマ。手身を引くんじゃなかったのか。おいこの豚
いやいやこれは僕らも今初めて見ました。ワクワクするね。すごい。本当ワクワクするよ。なんかもうギャグシーンとアクションシーンがまたね、なんかこう輪をかけてすごい。いやまた魅力的なキャラクターがいっぱい出てくる。結構見せすぎじゃないっていうぐらい見せてましたよ。新しいキャラ。あんな声もこんな声も聞こえてきましたよ。ちょっとチコッと聞こえたけどすごい人いました。いたような気がした。いやいやいや。楽しみですね。のんちゃんの茜は本当になんかね、のんちゃんの人間性がいろんなところに垣間見えるところが本当に素で面白くて、これ茜だから面白いのかのんちゃんのが面白いのか分かんない部分でもう第3期に入って何回も笑ってるよね。笑ってますね。ポロッと言ったこととかね、普通に可愛く言ったのに、なんかその裏側にある茜のね「おい!」っていう突っ込みたくなる。で俺見てて笑ったのそういうとこだから。確かに。もうすごい本当にってことでここかみたいな。これなんだろうね。本当にここかのところはもうあんだけずっと叫んでて最後にここかってすごい叫びが来るでしょ。もっともっとって宇田監督に言われてもう何も考えられなくなってうわーってやった感じだから、人が限界まで追い詰められるとこうなるのかみたいなものも結構入ってると思います。そして7月25日土曜日にはテレビアニメ「ランマ2分の1ドタバタ格闘ファンミーティング」も開催予定です。そこでですね、追加の情報解禁もあるとのことなので、どうぞ楽しみに待っててください。はい、ということでますます加速するドタバタ格闘ラブコメディ「ランマ2分の1第3期」は2026年10月より日本テレビにて放送スタート。日本テレビ系にて順次全国放送、放送直後よりネットフリックスにて独占配信です。ということで、じゃあ津田君にお返しします。津田君健次郎健次郎です。ありがとうございました。いやベテラン3人のですね先輩方本当に楽しそうでいいですね。さあここでアーティストからコメントが到着しています。こんにちは、です。マッパ15周年おめでとうございます。はい。マッパさんとは、ゆかりの楽曲といえば超多様性です。チェンソーマンのエンディング。で、この曲がきっかけですごく本当に、アーティストとしてのたくさん多くの方に知ってもらうことができて、本当に大事な一曲になったし、大事なご縁だったなと思って、マッパさんには本当に頭が上がらないというめちゃくちゃ、素敵な出会いだったなって思ってます。そのご縁もあって、イーナズッキュン、ランマ2分の1のオープニング曲もやらせてもらいまして、本当に、自分に合ったような楽曲を作って、そしてアニメに、入り込める機会をいただけてとてもとてもありがたいです。はい。なので、これからも何卒よろしくお願いします。改めて15周年おめでとうございます。以上、でした。続いての作品は忘却バッテリー。完全無欠の剛腕投手清峰遥と記憶を失った捕手要圭が仲間やライバルと共に織りなす高校野球ストーリー。現在第2期の制作現場にコンビが向かっています。頼みました。一番ショート東堂葵様だ。覚えとけこの野郎。東堂葵役の浅香明平です。野球は技術と理論です。はい、千早俊平役の島崎信長です。ということで本日はですね、はい、マッパさんにやってまいりました。見て、すごいこんなでかいモニターで忘却バッテリーを流していただいてます。しかもこれ多分ね、見るにこのためにちょっと編集してもらってる。本当だ。第1期の放送終了からおよそ2年、2027年に第2期の放送が決定した忘却バッテリー。今回は都立小手指高校二遊間コンビの2人が実際のアニメ制作現場に潜入。
第1期の振り返りや今後のイベント情報などを紹介。ぜひ最後までご覧ください。第2期が2027年に放送されることが発表されました。改めましておめでとうございます。ありがとうございます。ますます盛り上がっております。今まさに制作が進んでいると思うのですが、それをこれから皆様にお見せすべくですね、早速我々潜入調査に、マッパさんに行こうかなと思ってますので、行きましょう。よろしくお願いします。あんだけ大きい声出して今更小声にしてもそっか、わーって言った後だからね。じゃあ行きましょうか。はい、こっちかな。失礼します。はい、ということでここでこのオフィスでさまざまなマッパ作品が作られているそうなんですけれども、すごいね。なんかね、ちょっと今お仕事中の方もたくさんいらっしゃいますので、静かにちょっと中園監督の元へ行こうかなと思ってます。絶対会議はダメですよ。ダメですからね。今日だけは抑えていただくらいで。なかなか来れない場所なんで。もう絶対この辺だよ。ここ明らかに中園監督の、明らかに野球の匂いがする。まだ暖かい。いや、それ中園監督の気配がする。いた。中園監督いらっしゃいました。アニメ忘却バッテリーの監督を務める中園正人監督を発見。忘却バッテリーの第2期の放送が来年に迫っているということで、ちょっとその制作現場のお話をちょっとお聞きできたらなと思ってます。今回ちょっと潜入調査中です。一応、じゃあ責任持ってご案内させていいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ここで先ほど気になっていた野球の道具に関して聞くことに。これ気になったんですけど、バットねがなんかちょっとこう足されて延長してます。なんかね、これ多分お菓子の箱なんですよ。備品で増やしたいって時にちょっと足りなかったんだ。なるほど、足したんですか。大体サイズ的に一緒だね。手作りなんだ。軽い方がやっぱりこう取り回しやすい。そうね、確認とかも。これはスタッフのお子さんお子さんのものを置いてる。いや、ちゃんとこの汚れが実際の土でついた汚れになってるんだ。野球のユニフォームってなんか着たことないじゃないですか、経験者じゃないと。実際触ってみると分かるんですけど、すごいこうピタッとしたスリッとした感じの素材なんですよ。これを実際こう筋肉質な人が履くとピチピチにここなるんですよね。筋肉よく見えるんだ。でキャラクターデザインも見ると、ここの股の部分のシワっていうのが全然出ないで、確かにピチッとこの素材だと出ないですよね。でそういうのを実際に体感してもらうためにちょっと参考に置かせていただいてるっていう感じですね。こちらのマネキンを用意しているなんですね。ヘルメットに対してこのぐらいのその収まり感に忘却バッテリーのキャラクターデザインだとなりますっていうことを説明して、そこにメガネもあるんですけど、あのメガネあれなんか見覚えがある。千早っぽいメガネみたいなのをちょっと用意していて、でこれをじゃあ千早だったらこうメガネをつけて、千早だ。はい。本当だ。やっぱりこのメガネも立体的に描くと大変なんで、確かに一つ一つ資料を調べたりとか見たりして書き起こしていくっていうところで、リアルな野球描写につながってくるっていうところを頑張ってる感じですね。らしいですね。そこはやっぱり手を抜けないなと思ってちょっと日々頑張っております。知ってたけど改めてこうやってどうやってるか見るとすごいね。嬉しいですね。僕らじゃなかなか見れない世界なので。で監督せっかくねちょっと現場に来させていただいたので、ちょっとアニメのお仕事をちょっと僕らも体験させてもらえたらななんて思ってるんですけど、どうでしょうか。もうぜひちょっと一度やってみてほしいなと思います。まず2人には第2期に向けて絵を描く際の資料として使うポーズモデルに挑戦してもらいます。まずはあざかみさんが挑戦。じゃあ早速なんですけど、東堂のルーティンポーズっていうのをちょっとやってもらってもいいですか。ルーティンポーズ。はい。僕のルーティンポーズ。僕のルーティンポーズあるの。ルーティンポーズある。ルーティンなのそれ。これを毎日やってる。毎日やって忘却に行くみたいな。アニメで
使われてますか？まだやってないんですよ実は。やってないんですね。なのでちょっとそれを僕がやってもらって、これ資料になるんですかね。大丈夫かな。股を開くっていうよりかそのまま中腰でちょっとこうはい。こういうこと？続けてみてください。続けてみてください。あとはもう糖度になるだけ？なるだけ。スイングはちょっとあれだ。いや危ないから。そうだね。オッケー。よし。からのそう振ってからのパイゲー。合ってます？合ってます？いやいい感じでした。よかったですか？しっかり前を見据えてピッチャー睨んでる感じとか、あった出てたと思います。ありました。本当に。続いて島崎さんが挑戦。じゃあやっぱり千早といえば盗塁かなと思って、はいはいはい。じゃあちょっと盗塁のリード足運びっていうのをちょっと取らせてください。ピッチャーのことを意識しながらヘッスラで戻れるように体のそうで足運びとしてこう足運びしていってすぐ取るぞっていうそういうことです。あ、来たみたいなことだよね。はい。全然かっこよくなんないな。やっぱね、まずスパイクじゃないし、球児ってすごいな。いや腰はやっぱもっと落とす気味に。なんかやからみたいな。細泥みたいになってるから。もういいコツ取れたんじゃないですか。はい。参考にさせていただきますよ。本当に。しなくていい。続いて2人に体験してもらうのは絵コンテだけでは伝わらないカットのスピード感や間といった演出を時間で表現する絵コンテの尺計算。絵コンテを見ながらセリフを読み各カットの尺を測ります。できるだけ声をちょっと出した上で、やっていくっていう感じになります。なるほど。まずは中園監督のお手本から。山田とKが小手指高校で初めて出会うシーン。カット90から。はい。オッケーオッケー。じゃあ今から友達な。マブダチ記念に俺の一発芸を特別大公開。で、今6プラス19コマってきて編集ののりしろみたいのちょっと作っとこうかなって感じなんで、ここはじゃあ7秒。ああ、なるほど。ちょっとそこも計算するんですね。さあこっからセリフがない部分がありますね。91。パイゲーで今4プラス18。これ貴重ですよ。中園監督のパイゲー。確かに聞けた。要Kは多分向いてないんじゃないか。宮野真守さんが演ずる要Kの尺は多分誰にも読めない。読めないな。ここでやりきらず次の編集の作業で尺をさらに詰めていく。せっかくだったら東堂と千早のお二人なのでそのシーンをどうやってたかも挑戦が思い出しながらやれるのか。東堂の7話のシーン。ああ、いいとこだ。はい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 。まずは浅上さんが挑戦。チャレンジしてみますが、赤枠で運んでくださってるところを202、203、204カットのこのシーンを思い出しながらというか、センスですねこれは。新しく今自分がやるならでもちろん撮っていただいても。じゃあちょっとやってみます。4割入ってるよ。4割くらいですかね。だこれが3秒。はい、3秒プラス11コマであるので、ここのところに3秒プラス11ってここ記入をしてもらえる感じですね。プラス11。はい。じゃあ実際どうだったか見てみる？実際どうだったか見てみますか。はい。もう4割はコース入ってるよ。4割。2秒6コマ。1秒ぐらい長い。編集がこの後あるって先ほども言った通り変わってくる場合もあるので厳密ではないんですけど、当初はこうだった。そしてリセットしてここですね。はい。4割。たった4割かよ。少ね。はい。
3秒14、はい、3プラス14。はい。たった4割かよ。少ねえ。3秒6コマなので、まあマイナス8ずれみたいな。まあ大体やってる。はいはいはい。ここを取るのか、あえてスッといくのか。はい。今までは0だったをゆっくり言うか。しかもこれ6話と合わせとそうそう合わせなんですよね。積み重なったものがあった上での東堂がどう喋るか。じゃあやってみますね。はい。たった4割かよ。少ねえ。でも今までは0だった。このぐらいかな。ちょっと尺取ってみましたよ。はい。4秒プラス10。はい。4割たった4割かよ少ねえよりは尺取んないとっていうのはありました。でも今までは0だった。あ、ちょっと早い。頑張ればなんとかなるかもしれねえ。ちょっと早いけど。ちょっと早いけど。でも大体じゃないですか。ね、いやーむずいなこれ。いやむずいねこれ。それぐらいちょっとねやっぱ東堂に対する思いが強いとちょっと伸びちゃうのかもしれないですね。面白いこれ。続いて島崎さんが挑戦。回想のここね中学時代の千早が圭と遥に打ちのめされるっていうところ。ここねここか。11話はすごいもん。これは島崎監督のね、そうですね。まあちょっとセンスにはなるんじゃないかなとは思うんで。島崎監督やっぱディレクションめちゃくちゃ長そうだな。自分がフィジカルがないなりに積み重ねてきた自分が通用するって思ってきたところでのスーパーヒーローに出会っちゃったっていうところの話だから。熱い監督熱いよ。じゃあちょっと行きたいと思います。今ここにいるから今。どういうこと？この辺にいる？いきます。はい。ストライク、バットアウト。初めて知った。王道にして最強にして。長い気がするけど、これ5秒。確かにな。5秒。王道にして最強にしてって切らなきゃいけないのも大変ですね。俺でも一番に。初めて知った。王道にして最強にして3秒18。3秒18。そんな短かった。結構取ってるんだ。プレイしてますもんね。そうこれね。そうなんです。いやこの回はでもね本当にねプレイのリアリティがすごかったのよ。いや手は何だったのかな。違う俺ここにいる。普段は千早の目線で作品を見ちゃうから、そうなると目線の千早でいっちゃうから俺今神の視点を作ってるんですね。ここにいないとカメラを置いてる。置いてるんだ。行こう。俺今ここにいるから。正々堂々としたプレイスタイルのスーパーヒーローが、はいこれは3の14カット。テンポ早めですね。正々堂々としたプレイスタイルのスーパーヒーローが、これはねほぼ一緒です。本当だ一緒だ。すごい。技術と理論を当たり前のように振りかざしてくること。技術と理論を当たり前のように振りかざしてくること。どうですか？いや最後もっと長かったねやっぱね。これは短かった。いや改めて映像を見るとすごいな。いやすごい。もう特に僕11話はやっぱ千早がね一番喋ってると思ったけど感動したもん。いやもう僕本当にいい作品なんで皆さん絶対にきっと知ってますよ。そして来年の放送に向けて第2期のアフレコの状況を聞くことに。2年ぶりのアフレコやってお二人どうでした？これ多分中園さんもそうだと思うんですけど、もう即忘却バッテリーになりましたよね。早かった。なんか取り戻さなきゃとか見失ったとかじゃなくて、もう忘却バッテリーでしたよね、ド頭から。自分としても久々のそのアフレコ現場で、もう間空いてるからやっぱ緊張は最初して入ったんですよ。みんな相変わらずだったから全然緊張しなくなって、そうですね。小手差しのその空気感がやっぱこうもうしっかりあるから芯が、だからねまたね2期でね奇想天外なね新しい風というか嵐というかなんか謎のやつらがいっぱいこう投入されてくるんですけど
なんかその化学反応もすげえ面白いですよね。確かに、ちょっとだから一期とはまた少し空気がそれでやっぱ変わってるのも面白かったですね。はい、温度差がありすぎてちょっと風を抜いちゃうんじゃないかみたいなところも多々確かにすごいことになってますマジで。特に1話もうマジで見てほしいわ。もう1話からすごいですね。あれはすごい本当に。まあでもいいね、なんかこうモチベーションで臨んでるなっていう。めちゃくちゃいいですよ2期も。本当に楽しいです。そしてここで新情報のお知らせでございます。まず最初の情報解禁ですが、11月に予定されている忘却フェスタ2026のイベントビジュアルを公開いたします。早速ご覧いただきましょう。どうぞ。はい、おーいいですね。小手差しのユニフォームがありますよ。あれなんか小手差し以外にもあれいますね。わざわざこのイベントビジュアルのやつに特別な佇まいでいるということは、出演者第2弾を発表いたします。確かに他とか言ってましたもんね、出演者。会場は立川ステージガーデン。すでに発表されている小手差しの6名に加え、追加の出演者は国斗栄一郎役大塚武夫さん。いいね。来てくれるか。武夫君来てくれるよ。さらに、牧田博信役石井真紀さん。牧田。さあじゃあ牧田が来るということは、霧島修斗役川西健吾さん。そういうことだってことだよね。ありがとうございます。そして皆さん忘れないでください。小手差しからもさらに佐藤役の佐藤健。一瞬なんかトリックアートみたいになっちゃった。はい、新たに4名の出演が決定いたしました。ありがとうございます。また、7月からはですね、テレビアニメ第1期振り返り上映会リレーが始まります。来年の放送に向けて印象的だったシーンなどを話しながら皆さんと一緒に1期を振り返っていければと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。チケット情報など、詳細も解禁となりました。詳細は公式ホームページをご覧ください。第2期の放送に向けて中園監督からメッセージ。アニメの制作っていろんな工程が経てちょっと作っていくものなんですけど、チーム一丸となって作らないとこういいものができないっていうところでは、その一端というかそういうのをちょっとこれを通じてなんか見てくれた人にちょっと伝わってたら嬉しいなというふうに思っております。絶対伝わってます。はい、こんな感じでちょっと2期も頑張って、引き続き作っていきたいと思っておりますので、応援していただけると嬉しいです。はい、ここまでご覧いただきありがとうございました。テレビアニメ忘却バッテリー第2期2027年放送、お楽しみに。普段見られない制作の裏側が知れましたね。第2期はもちろん7月から始まる上映会、そして11月にある単独イベントも楽しみです。ここで忘却バッテリーに深い関わりがあるアーティストからコメントが到着しています。ご覧ください。マッパ15周年おめでとうございます。ミセスグリーンアップルです。僕たちは2024年4月より放送されましたアニメ「忘却バッテリー」にて、オープニングテーマとして、提供させていただきました。これ最近の楽曲かと思うけどもう2年も経つんですね、実はね。もう丸2年ですね。小若井さんどうですか？こちらはですね、ミセス史上最高難易度と言っていいほど、ご自身が、イントロのギターが超絶テクニックでございますからね。大変ですか？やっぱり大変ですよ。大変でした。大変ですし、でも弾き応えのあるかっこいいリフになってますからね。いやでも本当にストリーミングでも多く再生していただきまして、たくさんの方々に多く聴いていただいた、本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしてライラックでレコード大賞2度目も受賞させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。このライラックという楽曲ですけども、我々にとって本当にこうもうなんだろうな、恩があるというか、このライラックを書くきっかけを忘却バッテリーが与えてくださったので、本当に感謝でいっぱいです。改めてありがとうございます。ありがとうございます。というわけでこの度はおめでとうございます。おめでとうございます。以上ミセスグリーンアップルでした。続いてはチェンソーマンです。チェンソーの悪魔ポチタと契約しチェンソーマンとなった主人公デンジが悪魔を狩る新時代ダークヒーローアクション。昨年公開のレゼ編は全世界興行収入 297.8 億円を突破。そして続編となる視覚編の制作が決定しています。私も
公安大麻得意四課の岸辺役を担っております。渋々のイカれたかっこいいおじさんです。まずはチェンソーマンにゆかりの深いアーティストからコメントが到着していますのでご覧ください。こんばんは、米津玄師です。この度はマッパー15周年おめでとうございます。私は、チェンソーマンで関わらせていただき、テレビアニメ版ではキックバック、この間のレゼ編では、アイリスアウトとチェーンドーを、制作させていただきました。チェンソーマンは本当に連載当初から自分にとっても特別というか、ものすごい漫画が始まったという並々ならぬ思いで、追いかけてきた漫画だったので、アニメ化の暁にはなんともこう曲を作ってみたいという強い意識があったので、それが叶うことができて本当に嬉しかったです。なおかつあそこまで、素晴らしいアニメーションになって、新たにねいろんなキャラクターが動き回る姿を見ることができたっていうのは本当になんかただのファンとして、幸運なことで、それでいてそのアニメに自分の居場所があるっていうのがねもう本当に、何にも代え難い幸せなことでした。本当に素晴らしいアニメを作っていただきありがとうございます。これからも、引き続き素晴らしいアニメを作り続けていただけると幸いです。ありがとうございました。素敵なコメントをいただきました。ここでチェンソーマンの新たな情報が届いています。チェンソーマンスマートフォンゲーム化決定。そしてなんとあの人から重大発表が。マッパ15周年記念ラインナップ発表会をご覧の皆さん、こんばんは。マキシマムズホルモンマキシマムズりょうくんです。今日は一人です。一人なんでちょっと、カンペ見ながら、昨年公開の劇場版チェーンソーマンレゼ編では挿入歌として刃渡り2億センチ 70% エディットで参加しましたが、今回は世界初のチェーンソーマンゲームでしょ、スマホの。それのなんと僕たちマキシマムズホルモンがオープニングムービーを担当になりました。書き下ろしですよ、書き下ろし、そのタイトルがもう今日いきなり発表しますけど、オールザリンチオールザミンチ、わかります？全部リンチして全部ミンチにしてやるっていうね。これちなみにホルモンのすげえ初期の時から僕このねメロディーとねタイトルあったのよ。その時はオールザビッチオールザミンチだったの。全てのビッチも全部ミンチにしてやるっていう、食ってやるっていうね。メジャーデビュー前ぐらいからあったんだけど、これ多分ダメだなと思ってで寝かしておいたの。でまあチェーンソーマンのゲームだからもしかしたらやっぱねバイオレンスな要素あるかもしれないから、これはオールザリンチオールザミンチでもうチェーンソーぶん回してもうね悪魔たちをやっつけるみたいな、そんなイメージでちょっとね、いろんな要素あるんですけど、ちょっとね K-POP っぽいとこあったり、往年のヘビーロックあったり、ハードコアあったり、割と久しぶりのさっき出してなかったホルモン3コードパンク、キャッチーな、ちょっと反骨的なね感じもありつつ、さてそんなオープニングムービーを今日世界初解禁、マッパー制作の映像とともにオールザリンチオールザミンチ、ぜひお楽しみください。どうぞ。She
ープニングムービーいかがでしたか？そして本日公式 X も開設となりました。オリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンやオリジナルイラストも順次公開予定ですので、ぜひフォローして最新情報をチェックしてくださいね。チェンソーマンスマートフォンゲームプロジェクト続報をお楽しみに。ここでもう一つ皆様に大切なお知らせです。めちゃくちゃかっこいいですね。ドキドキワクワクです。デンジを狙う世界の刺客たち、岸辺の活躍も楽しみです。ここまで各作品のスペシャルな企画をお届けしましたが、楽しんでいただけてますでしょうか。さて15周年を迎える今年は、日頃からマッパのアニメーションをご覧いただいている皆様がより深く作品を楽しめるような企画を展開していくようですよ。マッパ15周年を記念した展覧会の開催が決定。劇場版チェンソーマンレゼ編、進撃の巨人ファイナルシーズン、呪術廻戦など、これまでマッパが制作してきた作品の魅力や世界観を体感できる展覧会です。書き下ろしイラストや原画を使用したグッズ、マッパ15周年の歩みをたどる書籍など、オリジナルグッズも多数展開予定。通常のチケットに加えて、マッパ15周年キービジュアルを使用したアクリルパネル付きグッズセット券も。チケットはこの後22時より先行抽選販売スタート。詳細はマッパ15周年記念サイトをチェック。そしてマッパ15周年を記念したアニバーサリーソングを担当するのは、東京を拠点に活動するバンドピープルワンに決定いたしました。マッパ制作によるミュージックビデオ、この後番組で初解禁いたしますが、まずはこちらをご覧ください。マッパ15周年記念ラインナップ発表会をご覧の皆さん、こんばんは。ピープルワンです。ピープルワンです。ピープルワンです。我々ピープルワンはチェンソーマンテレビシリーズ第10話のエンディングを担当させていただきました、はい、ありがとうございます、きっとドッグランドからピープルワンを知ってくれた方もたくさんいたんじゃないかなと思ってます、ちなみにマッパ作品でお好きなタイトルはありますか、竹内さん。僕なんて言っても呪術廻戦がやっぱめちゃめちゃ好きで、東堂葵とかもうマッチョがすごい好きなんで、もうずっと見てました。あとマッチョが好きだから見てたの。マッチョも好きでちょっと憧れてね、筋トレもしましたけども、あと定休をすごい見てましたね。あれすごい楽しかった。見てる時間ずっと楽しかったです。そしてこの度マッパ15周年を記念したアニバーサリーソング生活を制作させていただきました、ありがとうございます。この曲はどんな思いがありますか、土井さん。最初今回普遍的な曲にしたいみたいなこのテーマをいただきまして、なんかどういうのにしようかなと思った時に、クリエイター、僕自身もそうだし、マッパもそうですけど、それと同時にこのやっぱ時代を生きる人たち全てに共通するテーマっていうのが僕は生活だなと思っていて、生まれてから死ぬまでの横スクロール、強制横スクロールの中でこう何を成していくかとか何をするかとか、そういうことを
おのおの自分でこう選んでいくっていうのがなんかある意味こう一番普遍的だなっていうところがあったので、なんかそういうところがこうこもった楽曲にしたいなと思って制作いたしました。それではマッパ制作のミュージックビデオに合わせて生活をお楽しみください。どうぞ。誰かを愛したり誰かを妬んだりゆらゆら揺れてる心は今夜も僕らを運んでくミルク色の寝室目をつむれば淡い夢を見る、5秒前世界は初めから僕は昨日の続きから君に言われたひどい言葉もうテーブルの上捨てられないな。僕には僕の僕があって見えるとこだけ切り抜けないでもっと見て聞いて知って話して分かってよ愛してよね。ハローモーニングね調子はどうだい会えなくなっても愛してるよ溶けきらないままそこの方に溜まってたコラみたいだな。ああ俺たちは全部誰かのせいならいいのにな。難しいな人生は明日も続いてく生活は続いてく手のひらがぎゅっとしびれるくらい誰かと手をつないでみたいだけ弱いところもダメなところもあなたに笑ってほしいだけ。5秒前世界は初めから僕は昨日の続きから誰かを愛したり15周年を彩る素敵な楽曲でしたね。マッパはこれからも多数の作品を届けてくれるでしょう。ナビゲーターは津田健次郎でした。目をつむれば淡い夢を見る、溶けきらないままそこの